チキチキシンガポールあるある選手権 So today's vlog will be done in a Japanese variety show style. I invited 3 Japanese living in Singapore to participate in a simple こ game. んにちは、在生歴8年です。シンガポール歴3年のあゆむです。こんにちは、在生歴半年で、今は専業主婦です。 So we're going to play a fun game while having a phenomenal afternoon tea at Wolfgang Steakhouse. どうですかこれ？すごいボリュームがまずすごくて、甘いものだけじゃなくて、こういうおかず系のものもあるので飽きずに食べれると思います。 So actually we will get to enjoy this right now, but if you win the game we're playing, you get to take home this with you. So 何か聞いてないのに拍手してくれた。2人用のセットが無料になるけど。So the rule is very simple. Each round you'll have to write down a typical phenomenon you observe in Singapore. And whoever writes down the best and most interesting answer will win the round. And at the end of the game, whoever wins the most rounds gets the complimentary afternoon tea set at Wolfgang Steakhouse. Okay, so I'll write an example for you guys. じゃじゃん。バス待ってたらスルーされる。あるでしょ。一番いいやつ。僕は選ばせていただきます。僕も参加しますけど、レフェリーとして各ラウンド僕がレフェリーしますので、これちょっとあるあるだけど、ちょっと、個人的には、ちょっと採点あんましないかもしれないです。ちょっともっとコアな部分をちょっと、特に8年目のハードル上がってるよ。ちょっとまず乾杯しましょうか。じゃあお願いします。お願いします。うまい。マスタードが効いてていいですね。一問目どうします？なんか最初からすごい突っ込んでいくか。ちょっと軽いジャブにするか。いやでもリンミさんが一番出るかもしれないですね。半年なんでまだ来て。準備できました？はい。じゃあ僕からいきますね。じゃあいきます。すみますよ。ジャズが何を出すか。じゃじゃん。ご飯食べるだけで汗だく。それ確かにそうかも。リンミさんいきましょうか。はい。じゃじゃん。パックのお寿司のわさびが残念。あるあるか。確かに。全然辛くない。辛くない。だいぶマイルドに作られてるなっていう。そうですね。デフォルトで2個入れちゃいます。私ももう家にあるわさびを使ってます。でもシンガポールの人って辛いの好きじゃないですか。それでも辛くないのってなんで？わさびが多分一番辛さなんだと思いますね。確かに。鼻にくるから。どこで買っても辛くない。リミさん的にはもう私的ぶんには殴りたいほどムカつくと。いやそう。もっとちゃんとしたの入れてほしい。明治屋とかでもそうなの？日本のスーパーでもそうなの？ドンキとかも。ドンキもそうだね、多分。じゃあ光の桃子さん。8 8年目ですからもうプロですから。上はいなかった。私が思うのはこれです。はい。場所取りがティッシュ。シンあガポールがいかに安全かっていうのをティッシュさえ置いとけば後ってるからっていう。確かに最初わかんないですもんね。これ場所取りなんみたいな。なんかでもこれってなんか道でティッシュを売ってるご老人たちがいるじゃないですか。あれでなんかチャリティーみたいに買ってそれ使ってるみたいなの。だからティッシュみんな持ってる率が高いのかなっていう。間違って座ったことあってすっごい言われますね。緊縮買っちゃってなんか取ってたんだけどって言われて何がと思ったらティ確かにッシュがあってちょっと難易度高いですこれ慣れちゃって自分も同じようなことしてますか？それともあんまりなんかチョーク文化？私どうだろう。ティッシュとなんかプラスアルファで置きます。なんか本当にティッシュだけじゃ心もとない。なるほどそういうことですね。上着とか。わかります。なんならカバン置きます。シンガポールはカバン置きます。安全な。いいですか？はい。じゃん。カッピングの跡を隠さない。なるほど。わかる。これは衝撃的だったんですよ。特に女性が隠してないっていうのが痛々しいですよね。あとここでも痛いんですよ。これ難しいな。僕あんま見ないですね。マジですか？カッピングした人。私半年で1回見ました。なんか日本ほど気にしないですよね。周りの目とか。そう。見た目とかにも気にしないっていう。確かに。いわゆる年相応の加工もしないですよね。なんかこう肌を年を重ねたら女性は肌を隠した方がいいって言われるんですけど、シンガポールの方々って中年層だったりミニスカートとか履いてるんで、確かにあれいいなと思って。みんな自分が履きたいもの、そう自分が着たいものを着るっていう。確かに
楽ですよねだから。日本で多分これしたら親からなんか言われるだろうな。露出がねみたいなのありますよね。なんだそれって多分言われると思うんで、何その格好みたいな。服装も本当に気にしなくなりましたね。ソックス履かない日が増えたので、つっかけとスリッパと短パンとシャツみたいな。そうですそうです。本当に T シャツかそのポロシャツと、あとはもう短い短パン履いて、サンダル履いて。じゃあ第1ラウンド目の勝者発表。リミさん。第2ラウンド行く前になんかもう一個食べちゃいますよ。肉が美味しかった。ですよね。Wolfgang Steakhouse's new afternoon tea consists of 2 tiers, the sweets and savory. It comes with 2 choices of tea with caffeine-free options and their buttery scones. What makes the afternoon tea here special is firstly the portion and quality. Every set is made to order and will certainly satisfy your tummy. Secondly, you get to enjoy the meal in a laid-back atas setting. It's great for celebrating birthdays and other special occasions and even for business meetings. It's available every day from 2:30 to 4:30 p.m. and must be pre-booked at least 2 days in advance. Round 2。じゃあ今回はあゆみさんからいいですか。逆で。はい。じゃじゃん。人を常に持ち歩く。めっちゃああ、いや持ち歩いてるわ。日本ほどなんかコンビニがどこにもあって安いわけじゃないですよね。なんか水とかたまに超高くないですか。たまに3ドルとか。ねなんでってなる。え。だからだ。じゃあももこさん。はい、私が思うのはこれです。ビニール袋はタンブラーだよ。伝わってないです。ビニール袋にタンブラーって何でしょう。なんか金魚袋みたいな。のコーヒーが入ってる。そうなんかカップみたいに飲み物入れてるのがすっごい。あれすごいですよね。あれは日本では見ない。ポーカーで買う時。そうそうそう。あれすごいっすよ。なんで熱々なのあんなの。ビニール袋入れて飲んでるところを見た時にはこれすっごいシンガポールだなと思いました。なんか不安になりません。私はね不安です。僕は全然まだ飲んだことないですあれで。私もないです。私もない。でもどうしてって思うんですよ。何が違うのか。コスト削減じゃないですか、お店側の。楽。カップの方が高いっていう。であと多分マレーシアとかもそうですね。熱湯とか溶けるの不安になりません。プラスチックで。不安。大丈夫なのかな。そう。入れちゃうのそれにと思いながら練習でもらったんですけど、飲んだらめっちゃ熱いし、と思って。どうやって飲むんですか。だってコップみたいに飲めないじゃないですか。いや熱いじゃないですか。熱いけどそういうのを言うと何が問題なの？逆ギレ。じゃあ海さん。ポーカーでもらうお釣り、特に紙幣がベトベトしてる。シュガーケインのジュース屋さんとか。そこ特定なの。飲み物屋で起こりうる。これは難しい。人に僕経験ないです。そうなんですね。教えることはあります。なんでお財布結構洗えるポーチに変えました。じゃじゃん。お店で買う緑茶が甘い。ポッカのとかですよね。それめっちゃわかる。一番最初衝撃でしたね、あれはね。僕らは多分甘くない認識で買うんですけど甘いですよね。それでいいんですよね。シンガポール。これは現地流なんで甘いの。正解選ばないと本当に全部甘いですもんね。8割ぐらい甘い。あやたかぐらいですね。あやたかぐらいです。あやたか何が美味しいのって言われます。どうかな。Why や？ Why？ これでも本当わからない。Sauce is hot, so it's sweet. It helps with the Oh, the sweetness helps. いやもう皆さん素晴らしいんですけど、じゃあ今回ちょっとももこさん。やった。説明が分かりづらかった。ありがとうございます。次こそ取りに行くぞ。そうですね。あゆめさんだけまだ本日が3、2、1じゃん。気づいたら1日3回シャワー浴びてる。あるある。いやあるんですか。浴びたい。浴びてるんだったら浴びたい。多い時3回4回浴びる。暑いからね。基本。ドンキに行くと気がつくとテーマソング間違いない。これは間違いない。もうすごい。子供もやりますからね。すごいある。やりがちやりがち。一人でもなんかカゴに物入れながらみたいなやってまず英語版っていうね。はって気づいたら。そうはってちょっと恥ずかしい。夢に出てきません。ドンペン。あいつ出てくるんですよ。ドンペって名前。ドンペンペンギンの。コーヒーショップはカフェじゃない。なんかシンガポールの人が言ういわ
わゆるカフェコーヒーショップっていうのは日本人が言うスターバックスとかそういうシャレたカフェじゃないっていうのを私すっごい思ってて。マックなのでチリソースやケチャップが大量に入ってくる。もうポテト1つとかしか頼んでないのめっちゃ入ってくに、るなんかもう4つずつぐらい入ってきて、基本全部捨てる羽目になる。怖いや。 They just no time. They don't think about it, right? Yeah, they don't count. Count. They just it's faster if they just. I guess more is better, no complaints. Yeah. あ、もうこれはもうちょっと無理だ。髪の毛が濡れたままで出かける人をよく見る。ちょっと待って。あ、一緒。やば髪の毛濡れた状態で。特に多分女性が多いと思う。いや、濡れてる。すごい髪が長い人で、シャワー出てから5分後にバス乗ってるよねっていう人がこう完全に浴びた後だよねみたいな。そう多分消耗したのかなと思うんですけど、それが多分普通なのかなって最近思ってきて。まあや。 I think practical save time. If Save I time. try outside. Because outside is so hot. Yeah. So efficient Singaporean。ももこさん8年目ですけど、まだその域には達してない。自分がやるのに、はい。髪に良くないと思うので、大体のことはキャンで通じる。あこれいいですね。でも何でもイエスの代わりにキャン。これやったらあ、OK キャン、あ、キャン、キャンってトーンによってキャン、キャンって通じるので、これはあるから便利ですよね。本当に便利。なんか最初聞いた時ちょっとショックでしたけど、キャンって何と思ったんですけど、思います思いまなんか自分も言っちゃう。 7割ぐらいキャンでいけんじゃないかぐらい。トーンとかで。じゃん。ワンフォーワン、一つ買うと一つ無料に捨てられて買ってしまう。なんかそんなに買うつもりなかったものもなんかお得なのかなと思って買ってしまう。これ日本あんまないんですよね。あんまりない。じゃあ今回は僕と同じ回答したあゆみさん。もう半分終えたところ。大丈夫かな。わかんない。私もちょっとこのキャンが結構私の中でもスタメン。そう、キャンスタメン。ラウンド5。マーライオン。全然がっかりしない。間違いない。間違いない。めっちゃ可愛い。あ、これ似てるでしょ。なんかがっかりスポットって言われるじゃないですか。しないですね。なんか普通にでかくて綺麗。天気予報を全く見ない。大体毎日ライブがて、なんか明日お出かけだからチェックしようとか、今日お出かけだからチェックしようみたいなことは全くしなくなったです。スペースがあればズンバやエアロビ。あ駅前とかショッピングモールとかで、これはすっごい衝撃でした。もう皆さん人目を本当それこそ気にせず元気いっぱい。運動好き。あ、そう結構やっぱ意識高い、なんかあとなんか政府が主催するんです。要は政府がプロの講師を呼んでどっかスペースやって、参加費無料だから運動させたいんですよ、国民を。日本あんまやってないイメージだな、それ。恥ずかしいっていう人が多いと思うので、人前で踊るなんてスタイル良くないとピチピチのなんていうんですか。ああ、ピチピチのレギンスの。道走ってて上半身裸で走ってる人いるじゃん。イメージわかる。Yeah, the Japanese more shy, you know. Why do you guys wear very tight leggings? I mean, it's trendy. So I think it's from the Western それが流行ってる。More and more, right? It's like a more culture. It's not really Asian, like. Singaporeans, I feel like so interesting. Some parts very Asian-like, right? But some parts very more, very open. We Japanese and maybe Koreans are more traditional. コールドリンクの方がホットより終わりだから。そうなんだ。まあそうですね。そっか。基本的にはこうなんかこうコーヒーとかもホットが 1.3 でコールド 1.6 みたいな。なんかわざわざ氷入れて冷やしてみたいな手間賃なんだと思うんですけど、それがもう衝撃すぎて。そう割高ですよね。そう。日本そこ差別化しないですよね、あんまり。でもなんかシンガポールのは正しいというか、要は手間賃かかってるんですよ。日本って手間賃かかってることも無料だったりするじゃないですか。なんか水を無料で提供してるとか。まあそうですね。シンガポールはそこはちゃんと課金させると。これはもうすみません、もう皆さんいいですよ、リミットなんですよ。やばい、今ダントツで3ポイント目。あ、そうやばい。ここ逃げ切れるかどうか。ラウンド6。じゃバスが命がけ。運転の荒さ。
あツアーガイドさんに聞いた話なんですけど、骨折したこともある人いる日本人のでも日本人って慣れてないですから、だから日本の家族バスに乗ると急に発着とかするから、なんかそこで骨折とか。乗ってくれないですからね。人がこう乗っててもちゃんと座る前とかに平気でボーンっておーってなるっていう。首持ってかれる感じ。道路の反対側に目的地が見えるのに横断歩道がないのですごく遠回りする。知らない人に対しても呼び方が独特。アンクル、アンティ、シスター、プロ。お店とかに行って日本だったらすみません、落としましたとか、アンコアンコとか、アンティアンティとかっていうのすごいなんか独特だな。シンガポールあるあるですね、これは確かに。全然知らない同僚とかにシスターって言われて、シスターみたいな。お店の人とかにアンコアンコとかって距離感近いですよね。すごいすごい独特でもフレンドリーというか。どう感じますそれちなみに。なんかシスターとかちょっとちょっと近いなみたいな。なんかそっか日本人的にね。向こう的には多分エクスキューズミーだと距離やりすぎるのかもしれない。だからちょっとあえてシスターとかブローとか。髪の毛の下りと一緒で、エクスキューズミーじゃないですか。シスター。全然知らない子供とかにもアンティって言われたら私は無視するんです。私はアンティじゃないよ。私はアンティじゃない。それは失礼かもしれない。あなたのアンティでもないし、年齢的にもアンティを信じたくないから無視します。それはだからその日本とか久しぶりに帰るとすごい丁寧にめちゃめちゃ感じですよ。お客様って言われるんで。歩数計測器、こういうのを使っている人がすごく多い。いわゆるアップルウォッチみたいな。アップルウォッチとか、セオミとか。そう、だからポイント稼げる。この間僕貯めて17ドル分。めっちゃいいじゃないですか。それすごい。知らなかった。後で教えてください。これ政府からもらったんですよ。言ったらうちの奥さんも僕もらってないんですけど。いやなんか友達に来てもらったんですよ。政府に行ってますけど。声を大にして。なんか多分政府すごい敏感というか、なんかそういう仕組み作りしてますよね。ちゃんと運動させるとか。すごいなんかうまくやってるなって。ももこちゃんですね。やったー。アンティアンコ。室内寒すぎて着る服に困る。なるほど。これはやっぱりバスとか電車とか、あとオフィスとかに行くときは長袖着ていって、パーカー着てます。パーカー着てるんですか。寒すぎてエアコン切ったらブーイングです。シンガポール人から切ってんだよみたいな。これもあるあるかもしれない。喧嘩になるんです。僕ら上げるけど下げられる。そうですそうです。いつでもどこでも工事してませんか？確かに。多分新しい国だからかなと思います。工事と違うんですけど、なんかエスカレーターよく半分壊れて止まってます。メンテですよね。あれちょっとイラッとするんです。不安になる。They're saying escalator always broken. Why? Why? デリバリーで注文したものと違うものが届く。これ多いかもしれない。なんか全く違うというよりはなんか微妙に違ったり味が違うとか、なんかこういうことがあるとでも無料バウチャーもらえちゃうかもラッキーみたいな。僕が一番共感したのはごめんなさいリミットですね。ちょっとまだ第8ラウンドなんですけど、We're gonna make this the last round because it's getting kind of long. ラストラウンド 4点って言ったらジミさん切りますよね。4点にしますラスト。OK last round。じゃあ今回はじゃあ真ん中のももこさんからいきましょう。勝てば優勝です。マックが常に混んでる。コアですね。人気ですよね。なんか何かあればマック。何もなくてもマック。旧正月とかもいやマックめちゃめちゃ混んでる。ちなみに行きます皆さんマック。シンガポールうまくないですか。日本のマックと比べてどうですか。それは日本ですね僕は。日本なんだ。エビカツバーガーが好きなんですよ。僕あれ大嫌いなんですよ。なんでですか。なんで。チリソース好きなんですよ。ニンニク効いてる。そうあれ日本で欲しいです。あゆむさんラストです。オーダーとかするときの中国語でご利用し。これいいな。いやなんかやたらと知らない番号から電話やばい。出ると自動音声。出たスキャムのやつだ。あるあるですね。これめっちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃわかる。なんか初めは戸惑ってたんですけど、最近慣
慣れてます。機械音声機械音声です。あーなるほどなぜか国の国内なのにプラス65が表示されてるこれでも来たばっかりで撮ってなんかわかんないですよね。わかんないです。ありえると思う。ありえますよね、なんか引っかかるとか。全然あると思います。 It's not like Singapore is unsafe. It's because these calls are from international, right? International scammers. So it's kind of difficult for Singapore to catch them as well. Okay, this is the final round, guys. And the winner gets 4 points, meaning anyone can be the winner. じゃあ、運命のラストポイントは誰だろう。リミさんです。おめでとうございます。いやもうこれいいネタっすよ。分かる、すごいいいネタ。皆さん素晴らしかったんですけど、やっぱりでもまだね来て半年ということでまだすごい新鮮な。僕らもこれそうだよって思うんだけど出てこないというか、もう慣れすぎてて。こちらを贈呈します。おめでとうございます。ちなみにアフタヌーンティーどれが一番好きでしたメニュー？マスタードが乗ったお肉の。はいはい、やっぱお肉うまいですよね。私は絶対このサーモンが美味しかったです。これサーモンのボリューム。ボリュームが。Yeah, I enjoyed the meat dishes too, but I also like the pecan pie. Very nice, very buttery, crispy, sweet. Thank you so much for joining. Can you guys say 10分ランダウンリアオ10分ランダウンリアオって言ってほしいんですけど。10分なんだレア。10分なんだレア。 Thank you so much for watching. If you want to try out Wolfgang Steakhouse's new afternoon tea set, make sure to book 2 days in advance because every set is made to order. I have the link in the description box below, so do check it out. Thank you for watching. Bye bye.